これに関してですね。切り抜きで、ツイッターとかでエゴサして気になったものは、再度見に行く時もあるけれども、基本的には見てません。アーカイブ。人の気になったものとか、なんだろう。いや、でもそうだね。正直に言うと、基本見てない。リアルタイムで見れるものは見たりはするときあるけど、気になったものは。アーカイブまでっていうのはなかなか、だから情報もないの。わかるでしょそりゃ。ペコラはホロメのことを知らない。そりゃそうだ、アーカイブも見てねえんだもん。なんかね、ペコラがチラッと見たって言うと、ペコちゃんまるまる見てるんだってなるけど、マジでほぼ見てない。リアルタイムでコメントしてる時とかは、その時は見てるけど、アーカイブとかまでは、マジで情報を確かめに行くとか、そういうことがない限りは見ないな。見てる時は基本チャットしてる。フレアのガチャだったりとか、サンデーマッスルとか。同期のは時々コメント残すわな。それはあるかも。いや、他人に興味がないわけじゃないけどね。動画とかだったら見たりするよ。動画とかで気になったものとかは。サンデーマッスルはよくある。起きてる時間帯っていうのもあるからな。かな。だからアーカイブはマジで気になったものしか見ないし、今のね、ドパウサギには、アーカイブずっと見るってのはきつい。そんな気がする。はい、ペコちゃんはいろんな企画をしていて、どの企画も面白くいつも楽しませてもらってるの。ありがとうございます。そう言ってもらえるととても嬉しいペコです。そんなペコちゃんは企画を考える上で一番重視していることは何ですか？面白いか、楽しいか、出てる人も、見てる人も、あと好きなゲームかな気がする。みんなそうなんじゃないのかな。やってみたいとかが多いかな。ペコラは結構もう最近はもう、企画とかやっても、大会とかもやったりしても、最近はもう MC 頑張りだったりとか、進行役頑張りとかになっちゃったりもしてるけど、結局は、ホロメンとさ、大人数とかでゲームやりますっていう企画とかとしても、自分がやりたいが多分一番最初にあって、大会とかも最初はプレイヤーとして出てたし、多分自分がやりたい、自分が多分楽しくできるっていうのが基本な気がする。あと一番じゃないけども、ホロメンに負担がかかりすぎないかとか、あとめんどくさすぎないかとか、そういうのを考えながらかな。でも一番は楽しさ重視。それです。てんわやんわじゃなくててんやわんやや。知ってるよ。てんやわんや。何言ってるお前。てんわやんわじゃなくてんやわんや。いや、てんやわんや。知ってるよ。何言ってんのお前。ペコラ最近言ったっけ？てんわやんわって。言ってないだろ。言いづれは言いづれ。シャンプーしてるとき視線感じない？あれ俺ね、怖っ。通報します。110。トゥルルルル。もしもしすいません。マシュマロで今、とんでもないやばいやつが、やめてね。ストーカー案件。恐ろしいから。それでコンペコです。この配信前にリリーカが企画相談の枠立ててたけど、どんなのが来ると思う？うわ、何くんだ。でもね、リリカ、化け物だから、とんでもない発想しそうだから怖いけど、でも、多分料理だと思うんだよね。料理食いたいっつってたし。料理じゃね？見てないけど。多分料理でしょ。リリカって言ったのが料理のイメージがすごいあるから、料理なんちゃうかなって勝手に思っちゃう。いや、料理対決ってさ、負けねえよ普通に。あいつペコラと同等レベルですね言うてたけどさ、負けるわけねえよ普通にさ、考えて。おい、挑戦してこいや。でも楽しみ、リリカがどんなやつを考えてきてくれるのか。やばく、待って、これご褒美だったよね確か。そうだよね。これ待って、地獄企画のやつじゃないもんね。罰ゲームじゃないよね。エゴサとかでもさ、罰ゲームの企画楽しみだなみたいな感じで言ってる人いたけどさ、これってご褒美なんだよね。確かそうだよね。楽しみ。ペコちゃんは自分自身ではどうして人の心を取り戻す俺が化け物だったペコちゃんは自分自身ではどうして人の心を取り戻すペコラが
ペコラ自身が化け物だったっていうこと？どういうこと？このマシュマロ投げたやつは何？このマシュマロ投げたやつはペコラを化け物だと思ってるってこと？でもやっと人の心を手に入れたねってこと？前と昔のやつよりかは丸くなったって言われるけど、まあそりゃそうよ。時代に応じてペコラも臨機応変してきたから対応。別にまあ変わったよ。普通に有効型有効型になったよ。一人一人って感じじゃないってことでしょ？まあそれはそうかもね。擬態型に昔話したかもしれないけど、確かに有効型になった気がする。まあ落ち着くってもんよね。丸くなる。そりゃ人は丸くなっていこうじゃない？そう、時代のニーズに合わせて、そうもうさ、尖ったものばかりじゃないのよ。尖ったもの。そうでしょ？変わった自分が許せなかったんだってならないよ。ならない。いい感じに丸くなってるのであれば、もう全然ペコラ的にはもうありよ。配信者だろって。配信者だからってさ、尖り切りすぎててもよくなくない？その関わりづらいが一番辛いと思う。配信者みんなむしろ昔よりか丸くなってない？全般的に。って思う。やっぱ時代だと思うよ。もうそういう尖り切ったやつは、やっぱバンされたりとかもするし、やっぱダメだよねっていう淘汰されてく時代になってるから、やっぱそういうことなんだと思うよ。普通に。時代よ、時代。時代に淘汰されていく。まあ、その中でも個性を、変えないでね、生きていけばいいと思う。そうじゃない？ペコちゃんはもともと優しい。ありがとね。人の心をやっと取り戻せ。そして、あれだね。化け物からの卒業。この間のマリンとビビのコラボ見てない。だからさっきのアーカイブの、あれと同じで、ツイートではさ、エゴサすると結構出てたけど、見に行ってない。恥ずかしくない？まえちゃん自分のことを話されてると思うのを聞きに行くの。何話してるんだろうなみたいな感じでさ、聞きに行けないペコラはごめんだけど。無理やねん。恥ずかしくて自分が。同時視聴しようぜ。しないよ。悪口で盛り上がってたからもう最悪だよ。前もあったな。なんだっけ？前も、最初は、ペコラの感じだったけど、あいつでもなんとかじゃねえかみたいな感じだったの。同時視聴エグすぎでしょ。なんだこれ、ペコラに相談する内容なのかこれ。転職して年収 1.5 倍になったけど、人と新人育成のやり方が合わなすぎて辞めちゃった。合わない環境にいたらどうする？辞める一択。それしかない。辞めよう。もう基本的に、会社とかの辞める理由って人だったりがほぼだからな。1位だからほぼ。だからもう辞めろ。辞めるしかない。3年待ってとかさ、我慢しろとかっていう意見もあると思うけど、辞めていい。合わないならもう辞めて別の会社行け。それが一番楽や。自分が壊れないでいられるから。そうしなさい。無理せずな。暗い感じになってたから最後明るい、ほんと、しょうもなマシュマロを最後に拾おう。あ、これいいね。いいじゃん。はい。じゃあ最後のマシュマロは君に決定。はい。ペコラさん、大好きペコ。はい。ありがとうございます。ということで、あったかいね、マシュマロを、ありがとうございました。はい。55分になり申したので、今から告知の方をしていきたいなと思います。ハロライブぷよテト大会2026、数年ぶりに戻ってきたぷよテト大会戻ってきたちゅうわけでね、はい。いやー、やります、ついにやります。はい。コーチをしてくださる方からご紹介させてください。はい。タラーン、はい。宝生マリノスケさんです。ちょっと待って、ガビってね。テトリス陣営のコーチを紹介していきたいなと思います。星町水星という
ぷよテト大会はこのメンバーでやっていきたいなと思うので、よろしくお願いいたします。誰が優勝勝ち取るのかね、コーチのね練習枠もきっとあるだろうし、でもね義務じゃないのでやらないのみたいなコメントとかはお控えください。スケジュールで会えなくて練習ができない人もいるだろうし、義務化してないので強制じゃないので、見てる人も楽しめてやってる遊んでくれているホロメンも楽しんでもらえる大会にできたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらもう直近です。2026年8月30日8時からやります。